日本の国旗は日の丸ですが、世界にはこれによく似た国旗が2つあります。1つはバングラデシュ。そしてもう1つがパラオです。フィリピンから南東に位置する南の島、パラオ。ここにコロール・バベルダオブ峡があります。コロール島とバベルダオブ島をつなぐ橋で、それぞれの島の頭文字を取り、通称 KB ブリッジとも呼ばれています。現在この橋は架け替えられ、日本の友好の架け橋に変わっていて、日本人であればぜひ知っていてほしい建造物の一つです。今回はこの KB ブリッジにスポットを当てたいと思います。パラオは西太平洋のミクロネシア地域にある200以上の島々からなる小さな国です。以前は日本が30年以上統治していて、その地域の電気や道路等のインフラの土壌は当時の日本が整えました。そのせいもあって、日本の文化や言葉が未だに根付いているのです。日本の統治が終わると、アメリカ軍がやってきて、発電所を壊し、道路の舗装を剥がしていきました。それはまるで、日本の存在を全て否定するかのように、パラオでは、日本は侵略国で悪い国だと教えられたのです。その後、コロール島とバベルダオブ島を結ぶ橋をアメリカの発注で建設することになり、世界中の企業が橋の建設に応募をしてきました。日本の企業も建設に応募していたのですが、その後に韓国の企業が名乗り出てきたのです。最終的にこの橋は建設業者の選定入札において、韓国の建設会社であるソシオが日本の建設会社である鹿島建設の半額の入札価格を提示して落札しました。そして1977年にソシオがコロール島とバベルダオブ島を結ぶコンクリート製の橋を建設しました。ところが、この橋には手抜き工事の疑惑が指摘されたのです。完成した時には、橋の中央部が設計通りではなかったり、設計上15トンだった通過制限量も10トンに変更されたり、設計上は風速67メートルの暴風にも耐えられるとされていたのに、実際にそれだけの暴風が吹いたら耐えられるかどうかわからなかったのです。橋を通過する住民は避難路を確保するため、車の窓を開けて再除工するなどの自衛策を強いられました。ところが、建設直後、すぐに橋の中央部がへこみ始め、20日もしないうちに4フィートも陥没してしまったのです。その後、各国の建設会社により、補修補強作業が何度も行われ、パラオ政府も1990年に230万ドルをかけて補強工事を実施させました。しかし、1996年9月26日午後5時35分頃、轟音とともに突如中央部から真っ二つに折れ、KB ブリッジは崩落し、2名が死亡、4名が負傷したという大惨事を引き起こしてしまったのです。パラオ政府はすぐに橋を作った韓国の業者に賠償請求しようとしましたが、ソシオはこの時すでに解散していて、手がかりすらつかめませんでした。また、パラオ政府は韓国政府に対し賠償を請求したのですが、門前払いに遭ってしまったそうです。この建設会社は、1994年にソウルで崩落した橋を施工した業者でもあったといいます。KB ブリッジは首都コロールからパラオ国際空港へと向かう唯一の道路であり、橋の内部には首都へのライフラインが通っていました。その崩落の影響で首都機能が麻痺してしまい、当時の国尾中村大統領は国家非常事態宣言を発令するまでに至りました。その後、
橋の修復には、当初から建設の入札に手を挙げていた日本の企業が抜擢されることになりました。ソシオが橋の躯体に使用していたコンクリートは質が悪く、修復作業は困難を極め、再建築の案が考慮され、30億円という費用が算出されたのです。ところが、パラオ政府は財政的な理由から自国の資金不足により橋の再建築を断念せざるを得ませんでした。日本は政府開発援助により無償で橋の再建を決定し、鹿島建設が工事を行うことになりました。つまり韓国企業のずさんな建設のおかげでひどい目にあったパラオ政府を救ったのが日本だったのです。橋は1997年に着工、2002年1月に完成し、1月11日に橋の開通式典が行われました。正式名称は日本パラオ友好の橋で、設計上の耐久年数は50年。橋のたもとには記念碑が建てられ、友好の象徴として両国の国旗が描かれています。この橋と両国の国旗は、橋完成後の2012年1月にパラオ郵便局より発売された建設10周年を祝う記念切手にも描かれました。パラオの人々は、橋の再建築が日本の企業により施工されると知ったとき、もう橋は落ちない。また日本人が来る。嬉しい。と大喜びだったそうです。また日本がやってくる。と大喜びしたのは、冒頭にお伝えした日本統治時代の影響でした。日本統治時代を知る人は、日本の皆さんは、我々と一緒に汗を流して働き、勤勉の徳を教えてくださいました。サトウキビや米の作り方を教えられ、生産することの喜びを知りました。スペインやドイツの植民地時代とは違って、心が通じました。自然に日本人の生活態度を学び、子供たちは親孝行になり、治安が良くて泥棒がいませんでした。と良い時代だったと語っています。日本が戦争に負け、アメリカの統治になると、目に余るほどの反日教育が行われたそうです。アメリカで作られた歴史の教科書が使われ、ごく一部であった日本人によるパラオ人虐殺事件が大きく取り沙汰された反日的教育もあったそうです。ところが、パラオの年長者が、そんな話はないと否定し、反日教育はパラオに浸透しませんでした。1994年、パラオはついにアメリカの統治から独立し、新しい国家となりました。独立後、歴史を奪われたままでは真の独立国とは言えないという声がパラオ国民の間に上がり、1997年、パラオの国定教科書が作られました。国定教科書では、多くのページが日本統治時代に充てられ、学校教育は日本統治時代の制度がそのまま引き継がれたのです。パラオがアメリカから独立した際に定められた国旗は、一般国民から公募した79点の中で、青い太平洋に浮かぶ黄色い月が一番人気を得て、現在の国旗となりました。2011年5月には、下関で開かれた国際捕鯨委員会に、日本の数少ない味方として、パラオが代表を送ってくれたのです。50年間統治したアメリカではなく、パラオは日本という国を選んだのです。この KB ブリッジ崩落に対し、インターネットでは数々のコメントが寄せられていました。それでは、ネットの反応をご紹介します。韓国人が作ったひどいものネタはいくらでもあるぞ。しかも、捏造ではなくて、すべて事実。マリーナベイサンズも、韓国の総流建設ってとこが、2年3ヶ月で建ててるんだよね。
完成の5年後に倒産してるけど、企画時、日本はもちろん、世界中の建設会社が名乗りを上げたが、完成図を見た各会社は、こんな危ないもの、引き受けられないとし、結局、最後まで入札を取り下げなかった韓国企業が競合者なしで受注。革新的な工法で、工期を大きく前倒しして完成したって。韓国ってウクライナでもやらかしてなかったっけ？確か鉄道で。もう二度と韓国製は買わないってウクライナに言われてる。人命に関わることでも平気で嘘をつく。日本が特別に好かれているわけではないから。例えば、トルコは日本のことが好きだと日本人は言うけど、トルコはどの国に対しても兄弟だと言うし、韓国との関係も日本と同じくらいいい。そして、途上国は基本的に先進国のことが好きだ。特別に日本が好きだというわけではない。世界一の親日国パラオの話題で何言ってんの？パラオは形式上だが、日本以外で日本語が公用語の唯一の国。国旗は日章旗も蒸して作られた月の旗だ。いろいろなものが日本語の名前のまま使われているし、神社まである。自国にどんだけボロ作っても知ったことではないが、海外の発注元や請負業者に大迷惑をかけるなと言いたい。値段に見合ったものをちゃんとできないなら、最初から手を挙げるな。とにかく負けたくないから値下げしまくって受注。その意味では値段に見合ったものを作ってるとも言える。問題は仮に豊富な資金で作っても同じ結果ということ。どうでもいいけど落ちる橋を架けるな。しかも外国で。韓国人はできもしないことをできると言って安い公費で仕事を請け負う。問題はそれだけじゃない。何か事故が起きると他国のせいにする。挙句の果てには会社を潰してトンズラする。韓国政府も無責任で民間のせいだとほっかむりを決め込む。パラオは古い日本語をそのまま使っているからたまにわかる単語がある。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。もう橋は落ちてほしくないと思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。